本日の動画なんですけれども、私、ケロが普段やっている加工の段取りをね、解説していこうかなと思います。もちろん私の加工段取りが最上級のものかといえばそんなことはないんですけれども、他人のね、加工段取りっていうのは一部参考になるところもあるかなと思いますので、私の加工段取りを共有いたしますので、参考になる部分、ちょっとピックアップして使っていってもらえればいいかなと思いますし、特に役に立つようなところがなければ使わなくても大丈夫です。はい。なんでそんなことをね、動画にしようかと思ったかと言いますとですね、私の作業というのは、実はいろんな過去動画の中に散りばめられているんですけれども、その散りばめられた動画を見ることなく、最近動画を見始めた視聴者にとっては、何のためにそのアイテム使ってんのとか、何のためにそういう運用にしてんのとかっていうのが疑問になるところっていうのがあるらしく、質問をいただいていると、動画にしておくことで、いろんな人に見てもらえるかなということで、今回動画にしようかなと思います。はい、そしてちょっと告知なんですけれども、はい、こちら。ユニークソリューションフェアということで、2026年3月18日、3月19日に行われます展示会に、私ゲスト参加させていただきます。19日の12時半から、YouTuber が工場を始めましたというタイトルでですね、ちょっとした講演させていただきます。講演。ケロが講演。なめとんだと。そんな大した内容じゃないかもしれませんが、やらさせていただきます。そして、ケロの講演に興味はないけれども、展示会に興味ある方はね、ぜひお越しいただければなと思います。私の講演はさておきましてですね、様々な講演が行われますので、いろいろありますね。なるほど、なるほど。イスカルさん、ブラザーさん、なるほど、なるほど。いろいろメーカーさんであったりとか、講師の方がですね、講演をね、していただけると、聞けますよと。いうことに加えてですね、様々なメーカーさんが展示を行っておりますので、そこでいろいろね、見たりとか、あるいは、パッと見た感じ、この日1日限定のキャンペーンとかやってるみたいですね。それぞれのメーカーさんでね。ぜひ、お近くの方、興味のある方、来られてはいかがでしょうか。はい、というわけで私の加工段取りやっていきましょう。と言いましてもですね、思いつきでそういう動画を撮ろうというふうに思ったので、ある程度段取りが済んじゃってるっていうところはあるんですけれども、こちらね、在庫であった板を、この2本の工具で側面 4F した状態で、両面はアルミの黒革の状態となっているわけなんですけれども、ここから始めさせていただきたいなと思います。はい、そしてね、何を作っていくのかと言いますと、こちらのPT30 のホルダーを交換するハンドルなんでございますが、こちら私が制作しておりまして、万葉ツールさんに納品しまして、万葉ツールさんってこういう黒染めであったりとか、そして組み立て、そして商品としての梱包を行って出荷して、発注があれば出荷したりとかっていうのを万葉ツールさんがやっていただいておりますが、そして私はこの金属部品とか 3D プリンターで作った部品を作っております。で、今回このね、メインフレームとでもいうか、この部品をある程度まとめて加工できるようなジグっていうのを制作していきたいなと思います。今回はね、端的な要点を絞った動画にしたいなということで、CAM 作業はやりませんけれども、もうすでに CAM 作業をやっております。こちらでですね、番号を確認するわけです。T 番号、ツールを集めていこうかなと思います。ではね、工具を取っていきましょうか。45、41、47、76、ご覧のような感じでですね、T 番号が書いたタグがついたツールがたくさん揃っております。45、46もあったな。1番と62番だけど、62番は外しちゃったかな。外しちゃったかもしれない。といった具合にですね、番号を振ったやつをとりあえず集めまして、これを持ってですね、機械の方に行く。はい、という感じで、工具を機械のところに持ってくると。そして、ここにかけたんですけれども、ドア自体はご覧のように閉めることができますので、ATC 動かしまして、任意の位置にマガジンを移動させましたらば、こちらを開けまして、ちょっとこれ一旦抜いてもらうか。工具を搭載していくと。例えばこちらのフェイスミル、はい、タグを取りまして、3番のポットに投入します。3番のポットに
1番の工具、フェイスミルを入れました。そしたらこのタグを機械の横にですね、ご覧のような番号を振ったものをセッティングしておりまして、ここに1番、2番、3番、4番、5番、6番という風に、16、17、18とありますが、これは機械側のポット番号を表したものとなっておりまして、こちらがツール番号を表したものとなっております。3番のポットに1番の工具を投入しましたという風にタグを、入れましたらば、こちらに、これがね、機械のポット番号、そして工具番号となっております。3番のポット番号に対して、1番の工具を投入しましたよというふうに登録をしていきます。この作業を順次行っていくという感じでございます。はい、隣に、何でもいいんだけれども、仮にこの45番の41、42といくか。41番を4番に入れまして、でこの際に非常にちょっと細くて力が入れにくい場合なんかは、こちらのね、ハンドル、これを使って投入すると。さっきそのまま機械で登録しましたが、もう機械の登録は後でもいいので、タグをセットしつつ、ご覧のようにホルダーを機械の方に投入していくと。この際、6番のポットに入れたら6番のポジションに T 番号のタグをしっかりつけていくということが、今自分が作業しているメモになるという感じですね。これが、セットすることによって、次登録するときにどこに何を入れたかなっていうのが分かるという感じになっております。何も全部こういうのを使わないでもいいんですけどね。こう持ちやすいのはもうそのまま入れれますので。で、これを外すと。そしてね、先ほどの作業をやっていくわけなんですけれども、ここがメモ代わりになっているということでですね、4番のポットに41番入れたね。5番のポットに42番入れたね。といった具合に工具を投入していきます。これは何をやったのかと言いますと、ツールポットの番号に対して別の工具番号を登録したという感じになっております。ツールポット番号と工具番号をイコールにしなければいけないということはないんですよ。ツールポット番号が1番の時に5番を入れてもいいわけです。というわけでですね、ご覧のように1番に2番の工具番号が入ってたりとかするわけなんですけれども、何のためにそれをやるのかというと、毎度工具が変わるたびに長補正取るのめんどくさいじゃないですか。というわけで、例えばこの42番で取ったやつを42番に固定したまんま保存しておくことによって、機体に入れた工具長補正の数値をそのまま保存しておくことによって、一旦機械から取り外したとしても、またその長補正を使うことができるので、工具を投入するたびに長補正の取得を省いているという感じになります。そして、62番が今回工具がホルダーにセットされて長補正取得済みのものがなかったということで、今からそれをセッティングすると。というわけで、段取りをしていきたいなと思います。エンドミル取りまして、コレットを取りまして、コレットナットとホルダーにつけまして、エンドミルをセッティングしますと。で、その際に、私の場合は、コレットの場合はトルクレンチ使いますねということで、といった具合にセッティングしますと。で、これ62番ですよという感じですね。で、私の場合、ついでだから説明しておくと、トルクレンチでトルク管理をしながらコレットを締め付けるようにしております。で、トルクレンチってメーカーごとに違うかったりして、非常にトルクの幅とかごとにめちゃくちゃ用意せなあかんなっていうのに途中でちょっと気づきましてっていうか、気づいてたんだけど、もう嫌だなということで、
私の場合、こういった感じのですね、東日産の、こういった感じのですね、ダイヤル式のですね、トルクが測定できる幅の大きなものをヘッド交換式で運用しているという感じでございます。すると、2本のトルクレンチである程度フォローできると。これはいわゆるカチッってなるタイプ。カチッってなるタイプは、ここでセッティングしますやんかと。さっきセッティングしましたよねという作業が必要なんですけれども、このボディに対してヘッドを揃えていくと、カチッとする作業が、なくなりますよということで、今こっちに移行中ですね。はい。そんなことはどうでもいいか。はい。段取りしていきましょう。そして、62番のタグを用意しましたので、これを10番のポットに入れて、10番のポットに現物を入れると、結構ね、短くて刃物の方が長くて掴みにくいみたいなやつはこういうのを使うと。で忘れずに番号を62番を入れるという感じですね。そしてこの62番は長補正取られておりませんので、今回はメトロールのツールセッターで長補正取りたいなと思いますので、プログラムを呼び出しまして、はい、長補正を取得しましたと。これが加工前準備となっております。はい、というわけで工具の投入を行いました。私のスピーディオの ATC は1番から21番まで番号が振られておりまして、21本の工具を搭載することが可能なんですけれども、T 番号に関しましては21本ではないんですよ。T 番号に関しましては1番から99番まで登録することが私のスピーディオの場合できますと。ちなみに今一番新しいスピーディオの現行機は1番から199番まで登録できますので、番号の登録本数はさらに増えておりますと。そしてですね、その私のスピーディオの場合、1番から99番をみっちりですね、使い切ってですね、39番には、例えば39番には M3 のドリルが CAM の方に登録されておりますし、同様に40番には M3 のタップが登録されていると。これによってですね、そうだな、15番にポット空いてるから、15番に8パイのエンドミル入れて、CAM 側に8パイのエンドミルを T15 にするとかっていう風なことをしなくていいと。もう CAM 側でT 番号を決め打ちしておりますので、その T 番号を選択すると、それが21をオーバーしてようがしてなかろうが関係ないんです。80番の T 番号をポット15番に登録するというふうに運用しております。そしてですね、CAM の方でセッティングしたプログラムを、こちらのプログラムを機械の方に流し込んでいくという感じですね。ちなみにこの3D コネクションさんの 3D マウス結構売れたらしいですね。以前、豚骨の方で動画が出ておりまして、3D コネクションさんの 3D マウス結構売れましたというふうにご報告いただいております。ということはですね、3D コネクションさんのね、この 3D マウス使っている人増えたんじゃないのかなと思いますけれども、ちなみに私この 3D マウス数ヶ月単位で挫折したことがありまして、使ってみようと思って買ったはいいけど挫折したタイプの人間でございます。というわけでですね、たくさん買った人の中には結構たくさん挫折している人いるんじゃないのかなということで、ちょっとフォローしておきたいんですけれども、設定ですね。こちらの設定を挫折したよっていう人はですね、この詳細設定のパンとズームをですね、チェック外してみてはいかがかなと思っております。このパンとズームのチェックを外すことでですね、前後の移動ができなくなるんですけれども、この回転、向き替えだけをまず慣れてみるというのはいかがかなというふうに思っております。要するにですね、なんで挫折するかっていうと、操作した時に、ヒュ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 ッとモデルがどっか行っちゃうみたいな。なので、ちょっと動きをですね、削減して、ちょっとこう、くるっくるっくるっていうのだけ使ってみるとかね、いう風にやってみるのがいいのかなと思います。これでですね、とっつきやすくなると思います。で、それで何日か、あるいは数週間か、慣れたら、パンとズームまたチェックを戻して、
やってみると、挫折から脱却できるかもしれません。はい。というわけで、データをパソコンの方からこちらに入れましたので、加工の方をやっていきたいなと思います。で、こちら62番、先ほど長補正取ったやつなんですけれども、さすがに確認しましょうと、50ミリで、位置決めして50ミリでしたと。はい。同時にキャムも見つつ、キャムでアプローチした位置に来てますかというところですね。おおよそ来てるんで、まあ、原点もちゃんと取ったんでしょうみたいなね。では、確認もしましたということで、加工していきましょうか。といった具合に私、加工しております。はい。そんな大したことは何もしてないんですけれども、私はこんな風に運用しているという感じでございます。これによって、私はできるだけミスをしないように心がけているという感じですね。T 番号、例えば T8 に、8パイのエンドミルだったり、10パイのエンドミルだったり、12パイのエンドミルだったり、7パイのドリルだったりとかが、煩雑に入れられることによってですね、8パイだと思ってたエンドミルで削り出したら10パイだったとかしたら事故じゃないですか。切り込みすぎてもうお釈迦になっているとかになるわけじゃないですか。当然、7パイのドリルで加工しようと思ってた時に、長補正結構長めになってると思うんですけど、ドリルなんて。その前に、例えば8パイのエンドミルで長補正取ったまんま、長補正取り忘れとか、もしあったとしたらば、ズドーンってね、突っ込んじゃうわけじゃないですか。なので、長補正をやたらと入れ替える必要がある運用っていうのを避けてると。でもそのためにね、必要なことがあるんですよ、一つね。T 番号と工具、ホルダーを紐付けるということは、膨大な量のホルダーを用意しないといけないっていうのはあります。コストかかる。かかります。はい。コストはね、かかるのは間違いないんですけれども、かかるんですよ。かかるんですけれども、長補正とか諸々の兼ね合いによって起こされる不良であったりとか、あるいは機械の破損、ドーンっていった時の機械の破損の値段を考えるとですね、ホルダーと工具を固定して、長補正も T 番号も固定してしまった方が保険としては安いかも。で、しかも仕事早くなるからね、保険として使える運用システムとしても優秀だと思いますし、作業も早くなるということで私はそうしているという感じですね。そして大量のホルダーをですね、収納する必要がある私の運用方法のためにですね、私のために作ったアルミフレームに搭載可能なツールポットなんですけれども、こちら、クーラントを受け止めるやつが非対応だったやつをご覧のように対応させました。パーツをね、別体式にすることによって、造形時間に対して、配慮ができるように、別体式の部品を付けることによって、ご覧のようにクーラント受けも対応しました。そして、この前レビューいたしましたですね、雪技研さんのレコフレームは30角っていうのがないんで、25角にも対応しました。こちらのね、アルミフレームはミスミフレームとなっておりますので、30角を使用しております。雪技研さんのレコフレームにも使えますので、25角用意いたしました。加えて、こちら BT30 なんですけれども、BT40 も用意しました。はい。というわけで、BT40 も30角、25角、そしてクーラントの受け対応しましたので、ぜひご利用ください。概要欄に販売リンクを貼っておりますので、ぜひね、使ってみてください。加えて、機械にかけてたやつを販売できるように用意いたしました。こちら、アルミフレームを使用しておるのはもちろんなんですけれども、こちらのアルミフレーム、雪技研さんのレコフレームを使用してですね、ここの調整をすることができて、かつ、これまでプラスチック製のものを私が個人的に使用していたフック部分を金属製で作ることによって、耐久性も上げまして販売しようということで、ご覧のように引っ掛けて使えるもの、こちらも販売しておりますので、ぜひご利用ください。機械に合わせて、ここをね、調整できますので、おそらくいろんな機械に使えると思います。とりあえずスピーディーは確認しております。止まったわ。
あれこれ写真撮ってたんかな。ああ、撮ってないわ。撮り忘れや。撮り忘れ。加工の動画撮り忘れた。マジか。やってくれたな。やってくれたな。はい。ご覧のように加工終わりました。荒加工ですけれども。よもや。加工の動画を撮り忘れるという。まあこれツールレビューの動画やったらもうこのワーク撮り直しですからね、もうほんまに。まあ今回は OK です。はい。まあこんな感じでですね、加工してますと。そしてさっきね、放り込んだけれども、超補正が今回は取っていないツールもご覧のように、超補正自体は保存してありますので使えると。まあざっとね、50ミリの位置で止まっているのがわかるかなと思います。はい。なので、まあ手返しが良くなりますよねっていうのが私の運用方法となっております。はい。まあこんな感じで加工してます。私は普段。はい。というわけで今回は取り留めなく思いつきで動画を撮ってみました。参考になる人もいたかもしれないし、いなかったかもしれないけれども、まあこういう動画もたまにはいいかなということで、できるだけギュッとね、端的に動画を作成させていただきました。というわけでですね、こちらの展示会に講演という形でですね、出演させていただくことになりました。まあ、お近くの人であったりとか、もともと行く予定だった人とか、ぜひお立ち寄りいただければなと思います。そして、私のですね、ツールポットの方もどうぞよろしくお願いいたします。というわけで、今回の動画は以上になります。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。